こんにちは、ゆらここです。今回はパート1で説明した基本のポーチの作り方をベースにして、2種類のパーツのアレンジの方法のご紹介をしたいと思います。これは前回作ったシンプルなサニタリーポーチです。今回のアレンジはこちらになります。型紙の大きさが違うだけで構造は同じですので、アレンジの仕方も全く同じです。ここにティッシュケースをつけているので、まず今回ティッシュケースの付け方と、ポケットをここ内側と外側両方ついているので、一番簡単な外から別布をつけるだけの外付けのポケットの付け方をご紹介します。どちらも簡単なアレンジですので、ぜひやってみてください。こちらが今回作るポーチの型紙になります。これは前回のサニタリーポーチと同じ構造の型紙で、サイズ以外全部同じです。厚み分の1センチも同じです。でこの16センチと11センチっていう大きさは、私がマスクと通帳が入ればいいなと思って作った大きさですので、参考になればと思います。型紙の構造が同じですので、作り方も前回と全く同じです。今回の説明は、パート1で解説したものを前提にお話ししていきますので、パート1の方をまだご覧になってない方は、パート1の方を先に見ていただければ、よりわかりやすいかと思います。ではまず、ティッシュケースのアレンジ方法からやっていきたいと思います。これ実物と型紙を並べてみます。前回と同じように分かりやすいようにアルファベットをつけてみました。型紙と実物の位置関係はこういうようになってます。A、B 厚み分。こちら側が A サイド側のポケット。こちら側が B サイド側のポケット。で、今回はティッシュケースを B サイド側のポケットにつけてますので、まず型紙のこの部分から型紙操作をしていきます。B サイドのポケットの幅9センチの半分の位置に線を引きます。そこで型紙を切り離します。型紙の操作はこれだけです。あとは切り取ったところに 1.5 センチの縫い代をつけて、表布を2つに分けて裁断します。1.5 センチの縫い代は7ミリの三つ折りで始末をします。出来上がった三つ折りは外表にして突き合わせにしてしつけ糸で留めておきます。切り離した型紙も元の状態にしてセロテープで留めておきます。次に
外付けのポケットの付け方を説明します。今これ、A サイド側にポケットが1つと、この A をひっくり返した A のポケットサイド側にポケットが1つそれぞれ後からつけています。で、これは上の型紙をご覧になると分かると思いますが、ここにポケットがあって、ここにポケットがあるので、これ実は1枚の布をこの上からつけて、この A と A ポケットの間で底が抜けてしまわないように、ここにステッチを1本かけてあるだけです。ポケットの幅もつけながら自分で決めることができるので、簡単につけられます。それでは縫っていきたいと思います。外付けする布は縦の幅を本体と同じ18センチに合わせておきます。両方のポケット端を三つ折り始末をして、本体の表から上を表にしてつけます。型紙を目安にしてつける位置を決めてください。つける位置が決まったら、しつけで上下を止めておきます。最後に底が抜けないように A と A ポケットの境にステッチをかけておきます。これでアレンジは完了です。最後に型紙を表布に乗せたとき、同じ大きさなら OK です。上下に仮留め位置の印をつけておきます。表布と同じ大きさに裁断した裏布を中表に合わせます。ここからは前回説明したベースの縫い方と全く同じです。両端を1センチの縫い代で縫い合わせます。仮留め位置にも2本ステッチをかけます。後からほどくので、なるべく大きな針目で縫います。端の縫い目と仮留め位置のステッチを重ねるように畳んだら、表と裏布を合わせて待ち針で留めます。前回の縫い方と全く同じです。反対側も同じようにして畳んだら、最後に上下を1センチの縫い代で縫い合わせます。
仮留め位置のステッチをほどいて、ティッシュ口から表に返します。